時の空の青空オンエア。空友のみんな元気？バーチャル JK の時の空です。今回はラジオ番組のお便り紹介風な動画です。と言いますのも、私の生放送では私宛てのお便りを募集してるんですけど、最近ドバーッと来ちゃって生放送で紹介してたら追いつかないってなっちゃって、でも私宛てにいただいたお便りは大切にしたいので、こうやって動画でも紹介したいと思います。それでは早速お便りを紹介していきます。ぜひ作業用 BGM としてでもいいので聞いていただけると嬉しいです。空友ネームいつでもハロウィンさんからです。バイノーラル録音で耳かきなどしてくれると大変嬉しいです。欲を言えば VR 耳かきなどが理想です。他の VRYouTuber の方だとぐさーっとされそうで、優しみを感じるそらちゃんにしか頼めません。お願いします。何でもしますから。お、何でもそうですね、バイノーラル録音、最近その言葉を知ったんですけどね、すごいなって思いました。確かにそういうので癒されるって人もいるのかもしれない。A ちゃんと相談してできるかどうかちょっと聞いてみようかなって思います。空友ネームじゃなくなってる、空豚ネームつやつやのゾウさんからです。おー、ゾウさんですね。そらたん、こんにちは。先日今年の振り返りをしていて気づいたんですが、去る12月15日はそらたんが初めてニコ生放送をした9月7日から数えて100日目だったんですね。私がそらたんを知ったのは10月に入ってからですが、正直まさか数ヶ月でここまで有名人になるとは思ってなかったです。それもこれも暗記物可愛らしさのなせる技だと思います。もちろんそらたんの魅力も素晴らしいと思いますよ。そらたんのピアノやダンスは人を引き込む力があると思います。さて、そこで本題なのですが、そんなそらたんにやってほしいセリフがあり、今回は筆を取らせていただきました。シチュエーションはまだ付き合っていない男女が一緒に映画を見た帰り道です。これに限らずセリフ案自体は大量に保有しているんですが、とりあえずどうしても見たい1個だけ送るのでご検討のほどよろしくお願いします。ということでですね、まず暗記物なせる技ってなんでそっちが先に来るんだっていうのもありますが、お便りありがとうございます。ではちょっとね、セリフをやってみようと思いますよ。いきます。映画楽しかったね。まさかあそこでヒロインがクマに襲われて死んじゃうなんて思ってなかったよ。ねえ、もし私がクマに襲われそうになったら、あなたは守ってくれる？なんちゃって冗談だよ。付き合ってもないのにそんな義理ないよねあっちに大きいクリスマスツリーがある。もうすぐクリスマスだもんね。綺麗だね。せっかくだから近くに行って写真でも撮ってこようよ。でもツリーの周りカップルばっかり。あの中にいれば私たちもカップルに見えるかな。なんでもないよ。さ、写真撮りに行こう。リア充なんて爆発しちゃえ。クリスマスの前にご紹介できなくてごめんなさい。でもお便りいかがですか？ちゃんとセリフちょっと噛んじゃったけど頑張って言いました。つやつやのぞうさん、お便りありがとうございます。ごめんなさい。空友ネームリストリスタさんです。そらちゃん、はじめまして、こんばんは。初めてお便りを送らせていただきます。そらちゃんのことは最近知ったのですが、見た目の可愛さと癖になる声や歌、そして溢れ出る母性にすっかりハマってしまいました。特に歌がすごく好きで癒されています。そらちゃんの歌う童謡とか聞いてみたいです。まだまだ寒い時期が続くと思いますが、風邪などひかないよう
かっこ寒そうな格好なので体に気をつけてください。応援してます。初めてのお便り、リストリストさん、ありがとうございます。ただ溢れ出る母性というのは一体。自分的には母性とかは何にも考えずにやってるから、ちょっとなんかそうやって言われるのがあわあわびっくりしちゃいます。でもハマってくれてるということで、なんか好きになってもらえるのはすごく嬉しいです。ありがとうございます。そしてこのお便りにもあるんですが、童謡とか歌が好きって言ってくれる人がすごく多くて、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。リストリストさん、お互い風邪をひかないように頑張っていきましょう。ありがとうございます。このお便りはいろんな人が送ってくれたので、ちょっと一個にまとめて言いたいなと思っているんですが、ちょっとごめんなさい。歌を歌ってほしいというリクエストが結構いっぱい来てました。ありがとうございます。まだまだ勉強中で、たくさん歌うとかはまだまだ頑張っていこうかなとは思っているんですが、いろんな歌のリクエストがありました。私もいろんな歌を歌っていきたいなとは思っているんですが、自分が好きな歌は君の知らない物語とか、そういうのを歌ってます。カラオケでね、何歌うのとかいうのもあったので答えてみようかなって思いました。これからたくさん歌も歌いつつ、ダンスとかも頑張りつつやっていきたいなと思うので、歌をお願いしますと言ってくれた人の期待に応えていけるように頑張ります。皆さんお便りありがとうございます。このお便りもいっぱい来ていたので一つにまとめたいと思います。ごめんなさい。どういう内容かというと、ゲーム実況をやってほしいとか、どんなゲームが好きですかっていうのが多かったです。ゲーム実況をやってくださいに関してはやろうと思ってます。どんなゲームが得意かはまだまだ全然わからないので、いろんなゲームに挑戦して頑張っていこうと思います。好きなゲームということだと、リズムゲームがすごい好きです。ラブライブとかアイナナとか、あとリーモみたいに本当に音楽ゲームみたいのも好きだし、あとお便りにもあったけど太鼓の達人とかもやってます。ゲーセンに行った時とかに。で、そういうリズムゲーム、特にラブライブみたいな可愛い女の子が出ているやつだと、なんか自分もこういう風に可愛くなろうって研究しながら一生懸命カタ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 って押してます。カタカタって押す感じではないけど。で、他にも好きなのはホラーゲームが好きです。ホラーゲームって言ってもスマホでできる数ってすごい限られてるから、あんまりいっぱい種類はやったことないんだけど、ホラー映画とかホラードラマとかそういうのがすごい好きだから、ホラーゲームも楽しめるんじゃないかなって思ってます。皆さんお便り本当にありがとうございます。空友ネームつっつさんからです。いつも楽しく見せてもらってます。さて、やつの名前がアンキモに決まってから結構経ちましたが、そらちゃんはアンキモという名前については今はどう思ってますか？ちなみに僕は最初なんだこの変な名前と思っていましたが、今では愛着も湧き、すっかりお気に入りになってしまいました。将来子供ができたらアンキモという名前をつけようと思っています。いや、それはやめた方がいい。絶対に名前はちゃんと選んであげて。で、名前のことなんだけど、確かに私も最初はなぜアンキモなんだって思いながら喋ってたんですけど、今ではなんかアンキモじゃないとちょっとなんか落ち着かないというか、なんか変な感じがするなって思ってます。もともとアンキモ自体は可愛いから可愛い名前でもいいなって思ってたっていうのもあるんだけど、でもみんながつけてくれた名前だし、アンキモ自体も気に入ってそうだし、今はいいんじゃないかなって思ってます。お便りありがとうございます。空友ネームお肉くんからいただきました。ありがとうございます。そらちゃんこんばんは。正月も終わり、受験生の空友たちは追い込みに必死な時期だと思います。かくいう僕も来月の医師国家試験に向け頑張っています。そして勉強に疲れた時はそらちゃんの動画を見てたくさんの元気をもらっています。
もう一頑張りするためにも受験生たちへ応援メッセージをもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。すごいね。医師ってことは将来はお医者さんになるってことでしょ。すごい頭いいんだな。人を助ける仕事に就くってすごいなって私思います。私には絶対できない仕事だ。だってなんか責任を感じてってなっちゃいそうだもん。そんな大変な職業を選んだお肉くんはすごいと思います。すごいすごいしか言ってないけど本当にすごいって思ってるよ。来月の試験本当に大変だよね。じゃあ受験生の皆さんに向けて応援を言います。今お勉強をたくさんしなくちゃいけなくてすごく大変だと思うけど、皆さん春まで頑張って勉強して行きたいところに行けるように頑張りましょう。お便りありがとうございます。受験頑張ってください。というわけで今回お試しでやってみたトキの空青空オンエアいかがでしたか？少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今後も皆さんからのお便りお待ちしています。それではまたねー。